どうも、こんにちは、デミコです。はい。今日はですね、この今までちょこちょこと、ずっとやってきたやつですね。ショート動画の方で、この柄の編み方をずっとやってきたんですけど、この柄をですね、3段入れました。ね。下、ちょっと、なんだ、底の部分をね、楕円で作って、で、1段編んで、そっからもうその上すぐこう柄を始めて、で3段同じ柄で編んできたところでここで終了になって、でたまたまなんですよ。たまたまここ最後がここ手前のところで終わったんで、ここでなんだ、鎖編みじゃない、鎖目でこう終わるように最後終わりにしました。でここから立ち上げて縁っていうのかな、持ち手と縁の部分を作っていこうと思うんですけど、どうするかっていうと、普通に立ち上げて、もうここからは普通に立ち上げて、ででもそれでもひたすら筋編みでね細編みをしていきます。とりあえず1段このまま普通に編んでいこうと思います。一周普通の細編みを筋編みでやっていきます。はい、ここまで編んできました。ここはもう普通に立ち上げますんで、ぐさっと刺して引き抜いてギュッと締めて立ち上げたら、またこれギュッと締めて、はい。でまたここから筋編みをしていくんですが、はい、この時点で、はい、どこに持ち手をつけるのかを決めます。はい。で今回の持ち手はですね、ここからこう編んでいくようなやつにするんで、ですね、位置的にはですね、こっちから行こうかね。数えながら行くから。ここがありますよね。ここだとちょっとね、近いじゃないですか。ね、なんて言ったって近すぎますわ。ね。だけどここじゃ離れすぎてるっていうことで、この辺にね、こういう感じで出るのがいいかなと思うので、ここから数えて1、2、3、4で、どんぐらい編むかだよね。幅をね。どんぐらい編むかなんで、斜めぐらい。斜めじゃねえや。7段か。ね。7段ぐらい編む感じにしたいんで、1、2、3、4、5、6、7の、一応中心点。そうだね。こっちが4になるかな。どうしてもね。1、2、3、4、4番目ですね。この白いとこから数えて4番目にちょっとぶっ刺しておこうと思います。で、これを中心にしてパーッと編んでって、という話です。はい。どんな風にするかっつうと、こっからこうやって編んだ後に、こう来て、カックンっつって、で、またこう回ってきて、後ろ側編んで、カックンカックンカックンってしてて、内側もカックンカックンさせて、で、最終的にはこの持ち手の部分をこうやってパターンとやって、ブーっと編んで、平らのまんま、平のままにするんではなくて、こうちょっと潰して、閉じるやつにしようかなと。1、2、3、4なので、こういう感じで、こっち側がこれと、はい、なんか色きちっぷりが、マーカーなんでね別にいいんですけど、1、2、3、4、ここ、はい、ここと1、2、3、4、こっから出てこのぐらいの幅で、そのぐらいがいいんじゃないかなと。ここだと近すぎるもんでね、こうだな、やっぱりオイラのバランス的に言うとこんな感じになります。はい、じゃあこれでやっていこうと思います。じゃあとりあえずこのマーカーがついてる部分まで普通にね筋編みをとりあえずしていきます。はい、はい、ここまで編んできたのでこれを外して、はい、でここまで来たので、この次ここですね。ここはちょっとねギュッと締めるため、穴を開かないようにするために普通に頭を取ろうと思います。筋編みじゃなくてね、ギュッと頭取ってギュッと締めて、そしたらここから1、2、3っていくつにしようかな。ちょっと待ってね、いくつにしようか。頭ちょっとね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、80。はい。はい。
80目80目編みました。このぐらいでいいかと思います。はい。どんな感じかっていうと、こんな感じ。はい。こんな感じ。内側もね、編みますからね。はい。なので、これ70で。カジカジしないでください。はい。はい。じゃあ、これで、ここですね。ここのところに、1、2、3、4、ここですね。ここに普通につけて、普通に、ここに細編みをするように。1、2、3、4、ここですね。ブスッと刺して、はい。細編みするようにくっつけます。でギュッと締めて。で、そしたら、隣の目から、ね、また、筋編みをするように、編み進めていきます。反対側でも、何してんのよ。また切られる。切られちゃう。やめてね。はい。反対側でもね、同じように、じゃあ80目で、餅の基礎を編もうと思います。はい。また一周編んできました。これで両側こうやってできてますね。はい。で、ここで普通に、引き抜いて立ち上がり、はい。で、またさらに、はい。なんだっけ、筋編みで細編みを編んでいきますが、はい。じゃあちょっととりあえず、持ち手のところまで進んでいこうと思います。はい。ここまで来ました。はい。持ち手、ここの部分ですね。ここの1個、1、2個手前。はい。2個手前で止まります。はい。で、ここでどうするかっていうと、ここで、ここのつなげたところを中心として、1個、2個、はい。3個と拾いますね。3個と拾って、3目1つにします。そしたらその後は普通に目を編み進めていきます。ここはね、まあどこ取ってもいいと思うんですけど、どっちしろ後でね、閉じてしまうんで、もうここはもう気軽に一目で拾ってきます。はい、こんなところまで進んできました。そしたらここで2目手前まで編んだら、ここ鎖目としては最後の目ですね。こことここですね。ここに編み入れてるところ、こことね、こっち側の最初のこの編んだ印つけてマーカーつけて編んだところ、そしてそのお隣、ここを3目一度で編みます。はい。で、その隣からまた普通に編んできます。これを反対側も同じことをやって、またこっち側ね、こっち側の2段目のところでここに戻ってこようと思います。はい、またここまで来ました。ここは3目一緒にしたところがここなので、ここを中心としてここ1つ、手前1つ、そして3目一度したところを真ん中に取って、でこっち側の目を拾って3目一度をします。はい。でそしたらまたその隣からずっと、これはもう細編みにしようと筋編みにしようと、これはもう本当に好みなので、どっちでもいいとは思うんですが、まあ一応このまま続けていくので、私は筋編みのまんまでいこうかなと思います。これは普通に手の部分はね、普通に細編みでもいいかと思います。はい。じゃあ反対側のところまでとりあえずこれで編み進めていきます。はい、ここまで編んできました。分かりづらいとあれだから次からちょっとマーカーしようかなと思うんですけど、はい。で、ここがまとめたところの手前の目ですね。手前の目を拾って、まとめたこの目を拾って、そしてその一つ先の目を拾って3目一度をする。はい。で、またその先から普通に編んでいくんですけど、ね、分かりづらい人はこのまとめた目のところにこうやってねマーカーを入れとくと
迷わず拾えると思いますんで、前にもこの編み方、どっかで紹介してると思うんですけど、多分あれかな、同じような色で編んだアフガン編みの、手提げかなんかで多分やってるんじゃないかなと思うんですけど、わからない人はマーカーつけといた方がいいと思います。はい。じゃあこんな感じであと1段3段あと1段かな。今こう回って両方やって、あともう1段編んだら表側これで多分終了って感じになると思います。つうか糸が足りっかなっちゅう話ですけどね、糸が足りなくなったらこれあれお持ち帰りになるんでね、どうなっちゃうかな。この動画の最後のシーンが日本で撮られるかフランスで撮られるか、それは、今のところまだ分かりません。はい、じゃあこれちょっと進めていこうと思います。とりあえず表側、あとこの段ともう一段同じことをして編んでいきます。はい、編んでまいりました。ここまで編んできたので、ここはとりあえず終了したいと思います。はい、ここはとりあえず終了。あとでまあそうね、もしかしたら縁を編むかどうか、あれでね、なんだっけ、引き抜きかね、引き抜きするかどうかはちょっと後で考えようと思います。はい、入れるところは最初の目の隣2番目の目入れて止めます。はい、ね、ちょっとね糸がねやっぱりねやばいんすわね。はい、でこっち一回戻して足りない分をねちょっと作ってあげて、はい、こんな感じですね。こんな感じでね。はい、でとりあえずこれは糸処理をしておきます。ぐに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 。はい、はい、とりあえずこんな感じにしといて、はい、これで表側外側ですね。外側の部分はできました。こんな感じです。こんな感じになってます。次内側をね編んでいくんですけど、さあやばいです。はい、足り投げ、まあいいや、とりあえずやるだけやります。はい、じゃあ適当にこの辺から拾いますけど、ぐさっと刺して拾います。はい、でなるべく無駄にならないようにね、はい、短めに。はい、でそしたらとりあえず1目ずつ細編みを入れてきますね。はい、はい、でここまで来ました。ここがつながってる目ですね。その手前の目がここになります。ここですね。ここ最初の目です。鎖編みで編んだ目の最初の目、ここに針を入れて抜いて、はい、こんな感じになってるんですけど、でこの根元、ここが入ってるこの根元に私は針を入れます。はい、でそしたらね、こ入れ込んでるところよ。この目が入ってるところ、ここの根元に入れて、でさらにその隣の目ですね。ここは根元普通に入れるけど、ここは筋編みのように入れます。その隣にね。はい。でこれで3目一度します。そしたら筋編みで向こう側まで行きます。反対側はどこを編むかっちゅうと、はいはい、1、2、ここですね。1、2ってここから数えたところ、1、2、3、4の1、2だから手前2つ残して、ここがつなげたところの目の手前から拾ってつなげたところの目に針を入れて、そして鎖編みを編み始めた一番最初の目ですね。そこに入れて3目一度
でその後またこっち側は普通に細編みをねしていきます。しっかりとこう目をね拾って内側もね。はい。じゃあこれで反対側までグリッとねこっち側までグリッと編んできます。はい、2段目も編んできました。で2段目に入ったところでここがまとめた目ですね。でここがその手前の目、こことまとめた目と、そしてこっち側の目一つですね。はい、ここ3つ拾って3目一度で、これで内側を2段目編んでいきます。どうしようかなと、2段もう1段編みたいんだけど、なんせ糸がやばい、足り投げだな。まあいいや、ちょっと頑張るわ。はい、頑張っていきます。はい、逆サイドまとめた目の1個前、そしてまとめたまとめた目、そしてお一つ隣の目でございます。はい、3目一度。はい、じゃあこれまた編んでいきますね。はい、3段、はい、3段、内側は3段編んだところでね、123段ですね、終了でございます。はい、そしたらまた同じようにはい、同じように鎖目で処理をしていきます。はい、入れるのは2番目の頭。はい、で引っ張って同じところに戻したら、ここが薄くなってるのでもう一回こっち側に刺します。抜けた。はい、はい、こっち側に一回戻して、であとはお好みで、はい、こういう感じですね。こういう感じで糸処理をします。であとはお好みでちょっと糸処理するんですけど、ちょっと待って、その前にね、ちょっと場所的にどうよ、こんな感じだわ。でこれをですね半分にこうやって折ってくっつけます。後々ね、はい、これをこうやってくっつけます。じゃあ反対側も内側をここ同じように編んでいこうと思います。はい、適当にブサッと刺して、はい、では同じように内側を編んでいきます。いやこれで糸の心配もしなくていいっていうことですな。はい、すいませんですね結局ね、変更点がございます。はい、変更点ございますよ。はい、私、戻ってまいりました。はい、戻ってまいりましたので、糸がね手元にちゃんとあって、これでなんだね、糸の量を気にすることなく編めるようになりましたので、はい、この内側の方をもう一段編み足して4段にいたしました。はい、4段にしたら右と左っていうか、この外側と内側のここのね高さが合うんで、このように、はい、編みました。はい、こうしたかったんですけど、いやちょっとねやっぱねなんか足りなそうだなってことになると、どうもなんかちょっとケチっちゃう感じがあって嫌だね。嫌だね。はい。まあここまで来ました。最後まで来ましたんで、最後ブスッと入れて、はい。間違えた。最後ブスッと入れちゃいかんね。引き抜こうかと思ったんだけど、どうしようかな。そうだ、それだよ。引き抜こうかどうしようかっていう話ですよね。はい。はい。いや、どうしようかな。ここだけ引き抜きたいよね、でもね。ほんのり。なので、じゃあ引き抜くことにします。ここの外に出てる部分だけ。ね。その方が良くない？ね、これで引き抜いて、で、あとは普通に引き抜いていきます。内側これ、もう片方の方を、こう今4段編んだんで、この
ここはねもうこうやって閉じちゃうんで、ここを引き抜く必要はないんですけど、ここの部分とこの外側のこの部分を全部引き抜いていこうと思います。はい。でここ引き抜いて、ここでしょ、一目ずつ、きつくなりすぎないようにね。はい。いやはやいやはや、よくね家帰ってきて、この糸がね残ってるのはね知ってたんでね、余裕なんでございますですけど、もうねこっち戻ってきてから怒涛のようにね編み散らかしたものをね今ねちょっと終了させてる途中なんですよね。で思ったよりもね編み散らかしが多くてですね、私、はい。編み散らかしというのかどうなのかちょっと分かりませんが、なんだ、試作品みたいのが、やりかけの試作品みたいのがいっぱいあって、それをねだからどう片付けていこうみたいな、それをそのまま進めるのか別のものにするのか、ちょっとその辺で悩んでるものもねちょっとあったりなんかするんだけど、でもこれはねもうね迷うことなく終わりにする予定だったので、とりあえずこれはねさっさと終わりにしようということでございますよね。これね、うちねこのタイプのバッグちょっと可愛いと思うんでね、ちょっとまた作っちゃおうかな、別の柄でね。別の柄でもいいし、それともいろんな柄組み合わせでもいいし、今回はねたった一つの柄だけでやりましたけど、またモチーフでね編んでもいいし、どっちでもいいと思うんですよ。平編みでもモチーフでも。今回はこうやって平編みに、平編みっちゅうか、和編みっていうのがいいのかね、平編みじゃないよね、和編みって言えばいいんだわね。そうしてみたんですけど、モチーフでね編んでも全然いいと思うんで、以前も編みましたしね、そういうのね。はい。この辺でいいかな、もうねこうやって留めるとそこまでやらなくてもいいかなっていう感じにはなるんで、じゃあこの辺で止めておきましょう。こう持ち上がって123ぐらいかね、3ぐらい編んどいて、これで終了かな、内側はね。はい、こうしといて、はい、こうですね。これをこうなってからで、ここで合わせるから、ここに適当でいいと思うんですけど、裏側に糸を持ってって、であとは糸処理をなんとなく適当にしておけば、あとはどっちにしろ閉じてしまうんで、そんなになんつうの綺麗な終わり方してなくっても、ちょっとこう引っ掛けるような感じで、はい、簡単な感じにしておいて、一応切っとくかね。はい、切っといて、はい。じゃあこっち側もね引き抜き、この辺からやっていくかね。この辺から引き抜き編みを入れて、はい、糸が割れないように、はいはいはい。じゃあこんな感じで外側も内側も全部なんだ、この持ち手のねところでこうやって一緒になるとこ以外のところをちょっと引き抜き編みでしっかり強化しておこうと思います。はい。じゃあこれでずっと編んでおきます。はい。このような感じで縁をここの部分だけ編まないとこだけ、なんだっけ、筋編み、筋編み違う、筋編みじゃないよ、なんだ、引き抜き編みが最近出てこないね。どういうことだい。はい。で引き抜き編みをしました。でこれで縁をしっかりさせたところで、今度はこの持ち手部分をこうやってパッターンとやって、でこの内側をミョーンと編んでいこうと思います。でこれのやり方は、ちょっと待ってね、糸が何倍あったらいいの、こういうのって3倍ぐらいあったらいいん、3倍ぐらいあったら余裕っしょ。3倍も多分いらないと思うんだけど、でこれはもうね普通に留めていけばいいだけなんだけど、留めるところとしてこれをねこう内側に2つにパターンと折って、これ同じところ拾っていけるように、で根元からきっちりやっちゃうとこうカバンがよれちゃうんで、
自然な形でこうくっつくようなところ、だいたいね4番目ぐらいかな、私的にはね。なので立ち上がって1、2、3、4番目、この辺りからこうやってね半目を拾っていくんですけど、さあじゃあどういう方向でやっていきましょうかっていう話なんですけど、まあ普通にねもうここを拾って1、2、3、4、こことここ、はい拾って、でここだったらこうくっつけてもそれほどよれない、もうちょっと上でもいいか、はい5番目にしましょう。はい5番目1と1、ここですね、こう5番目、はい5番目ぐらいかな、じゃあそうっすね、はい5番目ぐらいでいいと思います。はい、じゃあここをちょっとこう押して、でまあ後でこれ処理するんで少し残しておいて、処理できる分ぐらい残しておいて、であとはもう普通にこう普通に半目ずつこう拾ってもらってくるくる、であんまりギューッとしすぎない感じの方がいいと思います。なぜならあんまりギューッとしすぎるとこの止めたところがちょっとなんかこう硬くなっちゃう感じになるんで、まあちょっと余裕がある感じでギュッとこれをねやっちゃうと、やってこうなんていうのかな、ここが硬くなるのもね嫌だからね、はいこんな感じで、じゃあこんな感じでこう閉じて、ここをこうやってね、はいこんな感じでのんびり止めていこうと思います。じゃあこれ両方とも止めちゃいますね、ちゃちゃっと、はいちゃちゃっとこっち側と、あとこっちね、こっちも止めちゃおうと思います。はいはい、というわけでこんな感じで全て編んでまいりました。で撮影してたんですけどなんか撮れてなかったのでもう一度説明だけしたいと思います。はいはい。でどのように留めたかっていうと、最後は結局こっち側に中に入れてその糸処理をすると、まあ、こことここがくっついちゃって変な風に糸処理されるのも嫌なので、こっち側にどこかな、あら分かんなくなっちゃった、分かんなくなっちゃうほど綺麗に糸処理をしたっていうことでいいかなって、こっち側だね多分ね、ここからここだ、ここ下ろしてこっちに流す感じで、こうすると目立たない。でもしね内布つけるんであれば、これは本当にペタンコバッグで楽だから内布つけてもいいかなとも思ってます。そしたらもう本当にこの糸処理なんて気にしなくていいからね、見えなくなっちゃうからね。なのでこんな感じで出来上がりました。はい、じゃあサイズをね測っていこうと思います。はい、サイズ横が 24.5 ね、だいたい 24.5 で縦がここね同じ高さになってるんでぴっちりですわね。28センチほいでもって、持ち手がだいたい30センチぐらいだと思うんですけど、はいまあ30センチ31センチ、まあそんな感じですわね。そんな感じで出来上がりました。これはねほらショート動画で毎日出していた柄の柄を編んでたやつの続きですんで、まあ皆さんこの柄どうやって編むのかなと思ったらショート動画の方ね、モザイク編みの柄を編もうっていうショート動画を4月5日から毎日ね1分ずつ流してます。でそれを見ていただくと柄自体、この一つの柄はね出来上がるような感じで説明してると思いますんで、まあでもなんか分かんなかったらコメント入れていただければいいとは思うんですけど、まあそんな感じで袋編みね、下はここは普通に1段だけの楕円を編んで、で袋状に編んでこういった形でやってます。柄の目数は22のパターンの繰り返しになってます。で模様をねこう22目の模様をダーッと6つずつこう入れて上がってきて、最後に今日完成というわけでね、この縁と持ち手をやりました。はい、ということで完成。まあこういったカバンね可愛いですわね。ちょっとしたカバンでございますね。荷物少ない人、そういう人にはねちょうどいい感じのバッグだと思いますよ。はい、というわけで
今回もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。というわけで本日はここまで。ではさよなら。ちゅうかね、眠いいや、なんで眠いかっていうとですね、皆さん見ました？お散歩動画ね、お散歩動画でフライトのやつ、フランスのやつね、フランスに帰ってくるフライトのやつ、あれね、もうね、すっごい時間かかったんだけど、まあ昨日頑張って仕上げたんですよ。ほいでね、あんま寝てないの今日。でね、今実はね、プレミア公開した後なんですよ眠い。はい。というわけでね、フランス帰ってきました。またフランスからね、いろいろ動画と、まあライブはもうやってますからあれなんですけど、動画とかもね、フランスからまたお届けしたいと思います。はい。というわけで、じゃあね、バイバイ。はい。おやつタイム。はい。おやつタイムっていうことで。まあもちろんね、しばらくね、おやつタイムはね、日本からね、買ってきたやつ、になるかなっていう感じなんですけど、今日はね、何をご紹介するかっていうとね、前にもやったかな、多分やってないと思うんだよな。久々に食べる気がするから、多分やってないとは思うんだけど、もしやってたらごめんなさいっていうことで、もうね、何をね、おやつタイムでね、ちょっとね、お出ししたかね、覚えてないね覚えてないとか、覚えてるものもあるよ。ほとんど覚えてんだけど、これはね、どうだったかちょっと覚えてないということでね、これを持ってきましたっていうかね、これはね、こっちに戻ってくる直前にね、妹ちんちんが買ってきてくれて、妹ちんちんのおすすめでもあるんですけど、私も好きで、こちらをね、ちょっと今日はね、ご紹介しようと思います。まあもちろん知ってる人もいると思いますよ。はい、もちろん。はい、今日はね、まあ2袋あるんですけど、こちらですね。はい、これ手巻き納豆。こっちは普通のやつ、手巻き納豆。で、こっち手巻き納豆紀州梅味。まあもちろん梅味です。梅味うまいっすよこれ。で、これ成城石井で売ってるんだよね。だから知ってる人もいっぱいいると思う。でもなんかさ、ちょっとあれ気のせいかな。あれ小さくなったなんてことはないよね、きっとね。わかんないけど。大きい袋ももちろんあります。大きい袋ももちろんあるんだけど、今回は私の荷物がすごかったもんで、大きい袋じゃちょっとかさばって入んないだろうということで小さいのをくれました。はい。まあありがたいやってことですね。これね、実はね、うちのね、家事も好きなんですよ。そう。そうか、その話もしようかね。手巻き寿司風に巻いた海苔の中に、糸引き納豆とあられを詰めた納豆つの一品です。はい。で、こっちが国産のひき割り納豆に和歌山産の梅干しを使用、爽やかな酸味が後を引きます。はい。ね、これ乾燥梅干しパウダーフレークなんて書いてあるけど、成城石井特選メーカーって書いてありますけど、成城石井っては買えますから。はい、買えるんですけど、これがねまたね美味しいんですわね。で、まあいいや、とりあえず開けるわね。開けてんで食べながらね、ボリボリ食べながらその話をしようかね。これはね非常にね、うちでのね、そのなんて言ったらいいのかな、うちでのその日常を変えた、日常というかなんて言ったらいいんだろう、慣習を我が家の慣習を変化させてしまったものなんです実は。はい。でちょっとこれちょっと開けるわ。きついのこれ。よしね、これね、これ開けとくね、これちょっとこうはい、じゃあ開きますかね。これはね、開けるとこついてるはずで、絶対日本はついてるからね、絶対ついてるはず。どこだったっけ、どこだ、こういうのってさ、どっから開けるのっていうのがさ、年取ると分かんないんですよね、これね。どこだい、どこだい、おかしいな、はい、じゃあちょっと1個ずつ取り出してみようと思います。はい。まあこんな感じでね。はい、こんな感じです。小さくなった気がしないでもないな。あれ？まあいいや。はい。ね、こんな感じで手巻き寿司の形になった納豆だから手巻き納豆ですね。で寿司風にこう巻いてるんですけど、ご飯は入ってません、もちろん。はい、ご飯は入ってないんですけど、
まあこんな感じでちょっとおかき風みたいなのが入ってるみたいだね、こっちはね。ちょっと開けますね。開けた方が見やすいからね、これチロッと開けますわね。まあ、こういう風になってるわけですよ。こういう感じ。これがまた美味しいんですわ。はい。まあ開けちゃったんで、じゃあ早速食べようと思います。はい、いただきます。はい。普通に納豆なんだわ、これがね、味が。こっちもいきますよ。ね、どんな感じなのか見てみましょう。ちょっとピンクっぽいね。やっぱ梅だからね、うまいわこれ。マジうまいんですよこれ。はい、いただきます。はい。でもね、食べたことある人はね分かると思うんですよ。信じられないくらい納豆なんですよ、普通に。で、一応お菓子ですよね、これって。例えばなんだろう、せんべい的な感じの、まあお菓子。この美味しさはすごいと思います。なんかね、ちょっとね、納豆がね半分ね、なんて言ったらいいんだろう、フリーズドライか。なんかまるでフリーズドライみたいな、その半分ねフリーズドライみたいな感じの、完全にフリーズドライじゃないんですよ。でもなんか半分そんな感じ。でもすっごい美味しいんですよこれ。マジで納豆です。だから食べたことない人はね、成城石井に行って、気づかなかったみたいなことがあるかもしれないけど、成城石井で行く人がいたら、これちょっと食べてみてください。食べたことない人はね。食べたことある人もちろんいると思いますよ、もちろん。むっちゃ美味しいですよこれ。で、なんでこれがうちのその慣習を変えたか。うちのね家人がね、まだ納豆が食べれなかった頃でございます。はい。これを食べさせたんですよ。食べてみたいっていうから、でも納豆だよっつって、でもちょっと食べたいと。別にその納豆が食べれなかった時期っていうのも食べたことがないわけじゃなくて、食べてダメだったから食べなかったっていうだけで、納豆の味自体はしてたわけですよ。で、それででもちょっと食べてみたい、もしかしたら食べれるかもしれないからって食べさせたら美味しいっつうんだわ。でこれ食べれたの普通に。で、梅味も普通のこっちの手巻き納豆の方も普通に食べれちゃったの。で、それからなんですよ、実はうちの家人がね、納豆を食べてみたいって言い始めたのが。でこれ食べれちゃったでしょ。もしかしたら本物もいけるかもしれないと思ったんだろうね。これでね、食べさせたんですよ。その後普通にこの手巻き納豆に食べ慣れて、納豆の味にこれからこのお菓子で慣れて、これでね食べさせたら納豆が美味しいって言い始めまして、これがきっかけなんですよ。だからうちの家人がね、納豆が食べられるようになったきっかけが実はこのお菓子なんですわ。はい。困っちゃうよね、こういう美味しいお菓子があると。そのなんて言ったろうな、入門っていうんですか、入門と言いますか、はい、きっかけと言いますか、すっかりそれから納豆くれくれですわ。私が食べようとするとくれくれですわ。でもう今では、納豆買ってきたらもう絶対半分ずっこですね。1パック食べれません。はい、丸々。いや、1パックずつ食べるっていう手ももちろんあるんですけど、でもそれだとね、こっちではね、納豆はね日本の3倍しますからね、お値段が。高級食材なんですよ、納豆ってのは。ちょっと難しいね。私はね、日本にいる時に納豆はね、ほぼ毎日、必ずってわけじゃないけど、ほぼ毎日、常に冷蔵庫に入ってる状態なんで。で、国産のやつね、国産なんとかってやつをね、あれね、うちの近所のスーパーだとね、99円ですわね。99円で売ってた。税抜きですよ、もちろんね。税抜きで99円で売ってたわけですよ。で、私はそれをねいつも買って、大体納豆の底値ってそのあたりなんでね。で、それで私は特に小粒は好きじゃないんで、大きいやつがいいわけですよ。その国産なんちゃらっつのはほら大きいやつだからね、それをいつも99円で買って、ほいで食べてたわけです。で、99円で3つ入ってるわけじゃないですかね。こっちはね3つ入って3.5ユーロとかするんで、そうすると今のレートで言うとね、だから今の円安加味してのその為替レートで言うともう500円ぐらいするわけですよね。3パックで500円だから、今で言ったら5倍だね。でも普通の値段120いくらとかっていうので言ったら3倍ちょっとぐらいの値段になるのかな。
3倍4倍か4倍ぐらい値段かね、そんなもんなんで、いや高級食材ですよ。言ったらもう1人1パックなんて配ってらんないわけですね、我が家ではね。だからまあ1つを2つに分けるっていう、2人で分けるっていう、ね、そういう食べ方をしてますけど、はい。それでね、だからね、これもしね、食べてみたい人がいたらね、ステージ石で食べていただいていいんですけど、ちょっとね、今日おまけにね、ちょろっとしゃべらさせてもらいます。またね、すいません。おまけコーナーのそのおやつタイムと言いながら、こっから先は普通のおまけコーナーっていうかね、ちょっとおしゃべりタイムかな。はい。というわけでね、今日はね、実はね、4月30日です。はい。本編の方は終わりの方はね、プレミア公開やった後に撮ってるんで、4月いつだったっけ、29日、昨日かい昨日かね、昨日だわね、撮ったやつなんだけれども、今日はね4月30日なんですよ。でチロッと昨日一昨日あたりパーッとニュースを見てて、なぬって思ったやつがあって、キッシーがね、外遊ということで明日からフランスなんですよ。フランスって言ってもフランス、パラグアイ、ブラジルっつって3カ国回って、それがゴールデンウィーク中、5月1日から6日までの日程ということなんですけど、でそのパリにある OECD のその本部でなんちゃらかんちゃらってね、閣僚理事会、OECD ので、それ私はOECD どこにあるか知ってますけれども、でそれで基調演説を行い、マクロン大統領と会談するってなってますけど、プラカードでも抱えて行きたいよね。どっから入り口入ってくのか知らないけどさ、プラカード抱えて、あれだよね、ほら安倍さんの時は安倍やめろとかさ、そういうやつあったわけじゃん。岸田やめろってプラカードを掲げたいよって感じだよね、本当に。そこに来んのかと思ってさ、それはどうでもいいんだけど、でもね、フランスに来ようがどこに来ようがあれなんですけど、問題はさこれですよ。私ちょっとね、この岸田首相含め、これ日韓現代のニュースなんですけど、岸田首相含め政務三役31人渡航費用12.6億円12.6億円円安放置し血税ごっつぁん外遊三昧のあぜって書いたんですけど、何って話じゃない？閣僚が20人ね、閣僚とか大臣が20人中14人で、政務三役合わせると31人が37カ国を訪問予定が書いてありますよ。ガン首揃えて何しに行くのかって、この人たち何しに行くの？ゴールデンウィーク中に。いやもちろんね、例えばキッシーみたいにね、その OECD のなんたらかんたらみたいなその理由もあるんですよ。理由もあって行く人もいるんだけど、理由がなんだっけ、政府関係者との、なんとかみたいな会談みたいな、そんな理由で言ってるわけよ。お前ら何しに行くんだって。ちょっとね、面白いから、面白いとか面白くないんだけど、どういうところ行ってるかっていうのをね、ちょっとね、みんな知らない人もいると思うから、ちょっと読もうと思うよ。内閣岸田首相、フランス、パラグアイ、ブラジル5月1日から6日。内閣府、新藤経済再生層、経済再生層、イギリス、フランス、フィンランド4月28日から5月6日。ジェミ万博層、フランス、イギリス4月28日から5月2日。イバヤシっていうのかな、イバヤシ副大臣、ベトナム、シンガポール4月28日から5月1日。デジタル庁、河野デジタル層、ベルギー、オランダ、フランス、サウジアラビア4月29日から5月6日。総務省、松本総務省、フランス、ベルギー、デンマーク、フランス4月29日から5月4日。法務省、門山副大臣、イタリア5月8日から12日。中野財務官、ベトナム4月24日から27日。外務省、上川外相、マダガスカル、コートジボワー、ナイジェリア、フランス、スリランカ、ネパール4月26日に出てるのかこの人。4月26日26日に出て5月6日。それ行くね。行き先が多いからね。マダガスカルとか今結構あれだぜ。情勢不安定になってきてるからね。マダガスカルも。で、コートジボワー、ナイジェリア、フランスの国から来なくていいぞ。なんとか副大臣、つげ上っていうのかな。副大臣トンガ5月1日から5日。高村政務官、パラオミクロネシア4月28日から5月3日。深澤政務官、リビア、チュニジア4月28日から5月3日。財務省、鈴木財務省、ジョージア5月1日から6日。森山文化層、ベトナム、タイ4月28日から5月2日。安倍副大臣、中国4月27日から5月1日。今枝っていうのかな。アメリカ、チリ4月28日から5月2日。本田政務官、ベルギー、カタール5月2日から6日。厚労省、武見厚労省、スイス5月2日から6日。宮崎副大臣、インドネシア5月2日から5日。塩崎政務官、アメリカ5月1日から6日。農水省、坂本農村、タイ5月3日から5日。
高橋政務官マレーシア、中国、香港、1月、1日から4日。経産省、斉藤経産省、イタリア、フランス、ベルギー、4月28日から5月4日。国交省、斉藤国交省、シンガポール、ベトナム、4月28日から5月2日。尾崎政務官、アメリカ、4月28日から5月4日。環境省、伊藤環境省、イタリア、4月26日から30日。八木副大臣、イタリア、4月27日から5月2日。防衛省、木原防衛省、フィリピン、4月28日から30日。アメリカ、5月2日から4日。大変だね、木原さんは大変だからね。フィリピン行ってアメリカ。でもなんかフィリピンとアメリカにこうやって行くってことでなんかちょっと見えてくるのがね。鬼木副大臣、モンゴル、5月5日、6日。三宅政務官、リトアニア、ラトビア、エストニア、4月28日から5月2日。そして松本政務官、ジブチ、5月3日から6日。はい。で、単純計算で 12.6 億円の出費。で、何しに行くんだい？記事に書いてあるのは、ね、ゴールデン期間中に日本を離れるのは岸田首相を含め大臣20人中14人、すでに外遊へと旅立った副大臣、政務官を合わせると計31人が37カ国を訪問予定だ。韓組揃えて何しに行くのか、ね、OECD 官僚、理事会や G7、会合への出席など目的がはっきりした外遊もある一方、政府要人との会談等など曖昧な内容も全てが物見遊山ではないにせよ、ファーストクラスで渡航する大臣は1回あたり1000万から2000万程度の費用がかかると見込まれる政府関係者というから出費はバカにならない。2016年5月に野党議員が出した質問主意書への政府答弁によれば、当時1回分の外遊費用は首相が約2億円、大臣が約3000万に上る計算だった。副大臣政務官が大臣の半分の費用と仮定して、今回の渡航費用を弾き出す全体で約 8.4 億で、16年が平均1ドル108円だったことを加味すれば、足元の水準1ドル160円では約 1.5 倍も費用がかさむことになる。今年の、外遊も例年の規模感と同じなら単純計算では 12.6 円の出費である。これさ、言ったらまあ全部読まないけども、単純比較はできないけどね、個人ではさ、やっぱりさ、ヨーロッパとかちょっと行くのきついわけじゃん今ね。で、今回のそのゴールデンウィークの日本人のその旅行先のトップ3っていうのが全部アジアなんだよね、やっぱりね。近場でしょ。で、円安のその影響があんまりないところでも、この、人たちがね、外遊先に集中してるのが欧米でしょ。で、フランスなんてすごい来んだよね。最多7人がフランスを訪れ、続いて4人がベトナム、ベルギー、イタリア、アメリカ。だからフランスが一番多いってことよ、来るのがね。でももろその円安の影響を受けるわけですよ、フランスなんて本当に。だから私は逆にね、日本行ったらウハウハなんだけど、まあ私ほらでもあんまりお金持ってないから、まあウハウハっちゃウハウですよ。でもね、あんまりお金持って、こういう時こそね、お金もドーンと持ってきてっていうのが一番いいんだけど、まあこんな円安の時期のうちは一番貧乏っていうね、ちょっと悲しいんだけれども、まあそれは置いといて、むっちゃね、お金かかるようなところにね、何してくんのって本当に。あれでしょ、ゴールデンウィークだからっつってさ、ほら日本はさ、昨日停止状態だじゃん。役所とかっつうのは全部閉まるわけじゃん、一応基本的にはね。だからその時期に合わせてこうバッとみんな出てくんだろうけど、まずさ、これ危機管理的にどうなのってのがあるじゃない。まず最初に閣僚の中の半分以上が、ほとんどがもう75% って言ってもいいよね、70% 以上が出ちゃうっていうさ、まあみんながみんな同じ時期にバーンと出るわけじゃなくても、ずっといない人もいるわけじゃん。例えば河野みたいなね、もう28日出て帰ってくるのが6日とかさ、ゴールデンウィークを楽しんでるよねっていう感じもしなくもないよね、言ったらね。中にはほらアジアのところをちょこっと訪問して、で 2,3 日で帰ってくるっていう人たちもいますよ、もちろん。いるけども、あれですよ、日程的にはね、例えば岸田さんなんか1日から6日でね、フランス、パラグアイ、ブラジル、これ6日間で行くっつうのが、これきついわ、日程的にはね、きついけど、でもね、みんな一度にねバーッとこの行くっつうのはどうなんだろう。毎年ね行くけどさ、国民がヒーヒーしてる時に行ってやっぱりそういう目で見ちゃいがちだよね。別にね、私はねあれなんですよ、ファーストクラスで行くなとかそういうのはないのよね。政府の要人としてファーストクラスで行くのはまあ当然ですよ。そういうののための席なわけだから、言ったらね、ファーストクラスだのビジネスにしろファーストにしろ、だからファーストクラスで行くなとは言わんのですけれども、だから税金使っていくの、個人的に行くんだったら何の問題もないわね、言ったらね。まあちょっと同時にみんなが出てくるってのはどうかと思うけど、
だってさ普通にさ職場で考えたらさ、私ら働いてる時だってさ、同時に例えば10人の職場がね、その5人も一気にね休むっていうのはちょっとありえないわけじゃない。だからみんな順々に休むわけじゃない、同時に重ならないように。ちょっとそういうのも考えなさいよってちょっと思ったりもするけど、まあゴールデンウィーク中で、国会がね開けられないからって開かないからっていう話だと思うんですけど、それにしたってさえげつないっていうか、税金使っていくんだから、使った税金に見合ったそのものを得てきてくれるんだったらいいけどさ、ちょっとした旅行気分でこう行ってんじゃねえのみんなってちょっと思っちゃうよね、やっぱりね。まあいいですよ、外交も必要ですんで。円安の影響が小さい韓国や東南アジア、台湾、ほら人気旅行先ベスト3ですよ、国民の。ちなみにコロナ禍前の19年のベスト3は上から東南アジア、いやもちろん東南アジア多いですよね。東南アジア、次ヨーロッパ、ハワイね、ベスト3にヨーロッパ入ってた。ヨーロッパなんて行けないよとね。すでにその航空運賃もコロナ前ですよねに比べたらですよ、本当にコロナ前に比べてですよ2倍になってるわけですよ。だから私らにとってもきついんだけど、本当に2倍なの。もう美しいぐらいに2倍。航空運賃自体、席のお値段自体は上がってないからね、はっきり言って。あんまりね上がってるのは燃油量ですね。燃油のサーチャージが上がってるということでございます。前は例えば700ユーロの日本行きのチケット買ったらサーチャージが300ユーロとかっていうトータルで1000ユーロとかそんなもんだったのがだよ、すごいサーチャージがもう本当に倍以上になっちゃったかなみたいな、そういう感覚だよね。まあそれはね、円安が少し円高に触れていくらか楽になったらもしかしたらね、また行けるようになるのかもしれないけど、今の円安はちょっと行き過ぎかもしれないね。確かに以前もあったんですよ、前もね。あれはね、リーマンショックの影響だったのかな。あの辺りでやっぱり今回ぐらいのね円安になってる時はあって、でその時もウホウホだったんですよ。私も働き始めてた頃で日本に帰った時にウホホーっつって喜んでたんだけど、その後民主党政権になってたちまちその円高になっちゃったと。もう泣きましたね、あの時はね。さすがにきつかったですよ、円高の時はね。だからちょうどいいところってやっぱりあるじゃないですか、適正のその為替レートっていうね。だからそこまでね、ちょっとぐらいの円安だったらいいんですよ。でもちょっと行き過ぎだよね、今の円安は。さすがにね、ドルで150円超えてくると、適正は多分130円ぐらいなんだと思うんだけど、ドルっていうか私ユーロで考えてるわね。ちょっとユーロで考えてるからごめんね。ドルでだからそうすると110円20円ぐらいが、計算上はね1ドル100円だとすごい楽なんですけどでもそのあたり110円ぐらいじゃないですか。適正っていうのは110円20円の間ぐらい、わかんないけど、私もよくわかんないから商売やってるわけじゃないんでね、よくわかんないんであれなんですけど、そのぐらいだったらいいんじゃないかなと思いますけどね。だいたいねユーロでね1ユーロ130円台ぐらいがベストなんじゃないかなっていう感じですね、感覚的にはね。ってことでございます。フランスも経済厳しいですけど、日本も厳しい、いやどこも厳しいと思いますけど、どこだ儲けてんのっていう話でね。それはあれですよ、グローバルな人たちですけどね、言ったらね。悪い時ばかりは続かないと信じて、またいい時が来ることを希望は捨てないでいきましょうということで、5月2日 OECD の派遣官前に行きたい気分だ。岸田やめろというわけで、じゃあまたお会いしましょう。じゃあね。